今、ご紹介に預かりました、神奈川県から来ました、大和園の広瀬と申します。本日は講師を務めさせていただきます。よろしくお願いします。早速始めていきたいと思います。本日の教材ですが、口なしですね。常緑樹なんですが、今日は、事前に葉刈りをしてきてます。時間かかるので。それでですね、この木、現在、模様木っぽく植わってあるんですが、この木はですね、この捻転した幹、多分根上がりで作られてると思うんですが、大体口なしっていうと、展示会でも模様木なんかが一般的ですけど、この木は根上がりでこう捻転した幹が特徴的なので、この幹を生かした、木に作り変えたいと思います。それで、こちらが正面ですね。現在こちらで作られて、裏面はこんな感じになっています。やはり、こう捻転した幹がこちらに向いているので、こちらが正面なのは変わりませんが、ちょっと、ずらすとこの幹が、非常に太く力強いので、ここをちょっと見せてあげたいと思います。それでですね、今こう模様木っぽく割ってるんですけど、やっぱ捻転した幹を生かしたいので、ちょっとこうやって最後植え付けたいと思います。そうするとですね、この枝が一番太く力強いんですが、ちょっと正面に来てしまって幹を隠してしまいますので、この枝をまず抜きます。ですね、ちょっと植え付けます。Future angle. This pot, this plant. So first, she fix tightly in the pot. こんな感じですね。角度的には。ちょっとこれで一回固定します。ですね。こうですね。それでこれで枝を抜いて針金をかけていきたいと思います。まず抜いちゃいます。こんな感じでね。だいぶこれを抜いただけでもだいぶすっきりしますね。ちょっと後で、傷はきれいにしますが、とりあえずそれで、これから、枝を整理しながら針金をかけていきますが、基本的枝の作りって何の盆栽でも一緒ですけど、二股二股二股って作ってきます。これが基本です。口なしはもちろんですけど、心拍だろうご車松だろうと楓だろうと、これが基本ですね。絶対こうしなきゃいけないってわけじゃないんですけど、その基本通りやっていくときれいに針金もかかりますし、きれいに枝もできます。まず、基本的に枝は下の枝からだいたい針金かけると下げていきますので、下の枝から下げていって、徐々に上に向かっていくのが基本ですね。今回はですね、アルミ線使ってますが、普段小白類かけるときは銅線とか使うんですけど、雑木の場合、木が非常に枝が柔らかいので、アルミ線でも十分対応できます。はい。それですね、
クチナシは特にですね、クチナシ特有の病気があるんですね。それで病気がね、傷口から入りやすいんですね。なので、銅線を使うと結構枝を傷つけてしまったりしますので、なるべく傷つけないためにも今回は、アルミ線を使ってます。で、クチナシという木はですね、非常に柔らかいです。柔らかい木は、針金もかけやすいんですが、逆に言うとね、柔らかい木の方が、癖がつきづらいんですね。なので、若いうちから、こまめに針金はかけてあげてください。あと、多分針金で多少は癖つけてると思うんですが、ここら辺まで多分根っこなんですね。根の芸を生かして、幹を作ったんだと思います。針金のかけって非常に難しいんですが、これができると非常に楽しいというか、自分でね、楽しむこともできるので、全部こうきれいにかけろというと相当難しいので、徐々にねちょっと、気になるとこがあったら1本かけようとか、そういうことから始めるといいと思いますね。それで、よくお客さんにどうやって剪定するのってよく聞かれるんですが、樹種によって違いますけど、クチナシの場合はですね、意外とどこで切っても、元気ならば芽が吹きます。で、どこで切ればいいかよくわからないっていうんですが、基本、盆栽っていうのはですね、不等辺三角形、正三角形だ、不等辺三角形で全て成り立ってます。この場合ですね、右流れに作りたいと思いますので、こっちが長い辺ですね。で、こっちが短い辺で、こういう三角形で成り立ってます。なので、この三角形、自分が好きな大きさですね、にはみ出したところを切ればいいんです。クチナシの場合は。これですね。ちょっと大雑把ですけど、1の枝、裏枝、この左側の枝ですねまでかけたんですが、これでもだいぶ最初と変わりましたね。それですね、こう枝は下げていくんですが、木っていうのは、こう上に向いてるとちょっと樹勢がよく見えるんですね。逆に下向いてると元気がなく見えますので、下に出てるこういう棚がありまして、下に出てる枝は基本的に全部取ります。これも、基本の一つですね。これも何の樹種でも一緒です。盆栽の枝作りの基本です。やっぱり、大体の木は、頭が、頭に行くにつれて樹勢が強く、下の枝は弱いので、なるべく下の枝は、強く、上をよく、下の枝は伸ばして強くしてあげたり、上の方はよく追い込んであげるといいですね。それで、クチナシの針金掛けの適期なんですが、基本雑木は何でも、水を吸ってる時、水を吸い上げた時ですね、今ぐらいから、温度が下がる秋ぐらいまでは平気です。例えば、4月ぐらい、クチナシは4月ぐらいですね。4月ぐらいから、温度が下がる秋、9月ぐらいまでがいいですね。要は、芽が動き出すと、要は水をあげて活動している証拠なんですね。そういうのが目安です。よくね、これは常緑樹なんであれなんですけど、カエデとかモミジとかそういうのは、落葉したらかける方がよくいらっしゃるんですが、落葉してる時ってこう水を吸ってないんですね。
その時に水を吸ってない時に針金をかけると、木がすごい硬くて枝枯れの原因になります。葉っぱが落ちたからかけやすいからかけようってかけちゃうと、後で春になって芽が出てこなかったりしますので、それは気をつけてください。で、針金の枝の向きなんですが、基本幹から枝が出たら扇状にこう広げてあげるときれいになります。扇、手のひらっつうんですかね、手のひらみたいにね、こう幹がこう出たらこう広げてあげるときれいになりますね。それでですね、あとそう手のひら扇状みたいに広げるんですが、幹がこう捻転して曲がってるのに枝がまっすぐだと変なんですね。枝も多少こう、曲をつけてあげたりするとより良くなります。例えば直感でまっすぐな木は枝もまっすぐピッてやってあげるとかっこいいんですが、模様木なんかで幹が曲がってるのに枝がまっすぐだとおかしいので、枝の方もまあそんな幹ほどこう強く曲をつけることはないですが、多少、曲線をつけてあげるといいですね。今日は時間がないんでね、細かい枝まではかけてないですが、本当は細かい枝も細い針金とかできれいにかけてあげると、仕上がった時にはいいですね。大変きれいになります。で、口なしなんですが、最初にも言った通り、特有の病気があります。これを放置しておくと、木が枯れてしまいますので、今バチバチ切ってますが、後でちゃんと、保護しますので。口なしってよく、庭木なんかね、お庭に植えてる方も多いですけど、こう枝が伸びた先端に花がつくんですね。なので、伸ばせば大体花はつくと思うんですが、やはり伸ばした先につきますので樹形を乱すんですね。なので、盆栽界ではあまり咲いてるのは見ないと思うんですが、で皆さんね、よくね、うちのクチナシ伸ばしてるけど、うちのクチナシ花咲かないんだけどっていう人は、だいたい花芽を切っちゃってます。花芽っていうのはね、結構早くできるんですね。これ6月ぐらいに咲いて、その年のうちにもう花芽ってできてるんです。なので冬、樹形が乱れたからって剪定してると、多分皆さんそれ花芽を切ってることになるんですね。ちょっと細かい枝はかける時間ないんであれですが、大雑把にこんな感じですかね。ここからですね、角度を変えるために、植え付け角度を変えるためにですね、植え替えの時に鉢に入れる時に角度を変えます。次は、植え替えをしていきたいと思います。よく根が張っててね、ね、こんだけよく根が張ってますね。こう白い根がよく出てると元気な証拠です。これがね、水かけが不足してると、根っこが枯れてて黒ずんでます。よくね、水のあげすぎで根腐れするって皆さん言いますけど、逆なんですね。水をやらないで根っこが枯れて、枯れた根っこが腐るんです。だから、水のかけすぎじゃなくて腐るんじゃなくて、水がやらないから枯れて腐るんですね。これは非常に元気です。植え替えしていきたいと思います。ちょっと今日ね、道具忘れちゃったんですけど、普段はこう冷気引っかき棒でやりますけどね、今日はちょっと忘れたんで。で、先ほども言ったように今非常に植え替えにはいい時期です。なので、
だいたい根の3分の2ぐらいを取っていきます。これをremove. ある程度ほぐしたらこう切っていっちゃいます。よくね、初めて植え替え見る方はそんなに切っちゃっていいのって言うんですけど、逆にこう植え替えこまめにしてあげて、細い根を出させてあげると、根っこが細い根をいっぱい出ると上も細い枝がいっぱい出て、枝の充実にもつながるんですね。逆に言うと、植え替えを怠って太い根っこがいっぱい走っちゃうと、太い根っこに、力がいってしまって細い根っこが枯れてしまって上も、太い枝が出るようになっちゃいますので、植え替えはこまめにやってあげてください。そうですね。今のでだいたい3分の2ぐらい取っちゃいました。これも全然大丈夫です。それで、最初に言ったように角度変更をします。ちょっといろんな鉢持ってきたんですけど、例えばこういう鉢ですね。最初こう朝のをこう植えるためには、こっちの根っこをちょっといじめてあげて、こっちの根っこを、出させてあげるといいですね。なのでこのままじゃ入らないので、もうちょっと切ります。こんな感じです。それで鉢合わせなんですが、今回はいろんな鉢持ってきました。今のはこの正方鉢ですね。あと、木工鉢と、楕円鉢と丸鉢ですね。合いそうなやつを持ってきたんですけど、基本、自分の好きな鉢で構いません。絶対これじゃなきゃダメっていうのはないんですが、例えば、玄関先にちょっと飾る時、例えば平たい色で飾る時なんかはこういう丸なんかよりもこういうちょっと平らな鉢に植えてあげると合いますね。ほんで例えばちょっと、高い色で飾る時なんかはこういう丸鉢だったり、こういう正方鉢の方が合うかもしれないです。それはちょっと、皆さんの、ライフスタイルに合わせて鉢合わせはしてください。それですね。あと色です。よくどんな、薬の色、どんな薬の鉢に植えればいいのってよく聞かれるんですが、これも基本決まりはありません。小白類はよく、泥鉢ですね、薬がついてない鉢に植えますが、臓器類は、こういう薬鉢に植えることが多いです。それですね、色選びなんですが、今回は口なしですので、口なしの場合ですね、常緑樹です。冬でも葉っぱがあります。もし冬飾る場合ですね、葉っぱが緑ですので緑は避けてあげます。木が引き立たないんですね。木を引き立てるための鉢ですので緑は避けてあげる。例えば6月花が咲く時ですね、白いきれいな花が咲きますね。そういう時には白い鉢は避けてあげます。花の色を殺してしまいますので。あとは、口なしは秋には実はなります。実は黄色いんですね。黄色い鉢はそういう時には避けてあげる。そうやって鉢選びをしてあげるといいです。今回は、僕はこう白い鉢で、冬飾るためには、そうですね。で、この鉢に植えと思いますので、これ、防虫ネット、虫が入らないようにと、盆栽鉢には必ず水抜き穴がついてます。土を入れますのでこの水抜き穴から土がこぼれないようにということで、
まず、このネットを引きまして、で、さっきも言ったように水のかけすぎで盆栽が枯れることはまずないです。なぜかというと、必ずこう余計な水が抜けるように水抜き穴がついてるからですね。なので例えばですね、夏場、暑いからっつって、よく葉っぱが焼けちゃうから水はやらない方がいいと言うんですけど、全く関係ないです。雨が降ってカンカン照りになったり一緒のことですからね。なので夏場1日5回でも10回でもやっても大丈夫です。ほんでよくつけっぱなしの人がいるんですね。こう例えばこうちょっと鉢に水を張ってつけっぱなし。この場合は、水って流れてないとどんどんよどんでいくんですね。そういう水はダメです。例えば、その水に3日間つけとくとか、水は新鮮なものに変えてあげてください。それで、植え付けていきたいと思います。まず下に、はい、今回は赤玉と川砂が混ざってるやつを使います。赤玉単体でも平気です。こうやって、針金で留める前に角度と正面を決めます。まあ、正方鉢の場合分かりやすいですね。正面はどこでもいいです。楕円とか木工とかも一緒ですけど、よく丸とかどこ正面にしたらいいのって言いますけど、足が前です。ここの足の正面と木の正面を合わせてあげます。この時に木の正面、木の高さですね、角度、これ一回植え付けちゃったらもうやり直しは効かないというかね、効かないので動かないように止めてあげます。これ、固定はしっかりしてあげてください。植え替えたばっかだとまだ根っこが張ってません。根っこが張ってない時にぐらついてしまうと、土と根っこの間に空間ができてしまいます。根っこというのは空気に触れると枯れてしまうんですね。要は乾いたら枯れてしまうんです。なのでぐらついて空間ができると木が傷む原因になりますので、ここでしっかり止めてあげてください。それで周りに土を入れていきます。である程度いったら、先ほども言ったように空間ができないようにちょっと抵抗のあるものでこう刺してあげてください。この時にあんまり先が細いのだとね、抵抗がないので奥に入っていかないので、ちょっと抵抗があるものがいいと思います。それで、土の上を慣らしてあげて、今日はちょっと、傾けたのでこっちの根が出てしまいますのでギリギリに植えたんですが、本来は、鉢の縁よりちょっとしたウォータースポットっていうんですかね、があるといいです。これで、水をやって完成となります。これですね、水かけ、皆さんホースでやったりじょうろでやったりする方いらっしゃいますが、一番確実なのはつけてあげるのが一番いいです。なぜかというと、木の根っこって下に降りるんですね。で表面にはあんま根っこって張ってないんです。で下の方にあるので、例えばちょっと小雨が降って表面が濡れてても下の方には水がいってないんですね。自分で水やったつもりでも、例えばホースでさっとかけてあげただけでも下まで浸透してなければやってないのと一緒なんです。なので皆さんね、ちゃんと水あげてるのに枯れちゃったって言うんですけど、やっぱ水って下まで浸透しないと意味ないんですね。なのでホースでやるのもいいですしじょうろでやるのもいいんですけど、
必ず中まで浸透するぐらい上げてください。これがもう基本中の基本です。で、これが最初やる前に取ってた木ですね。これがこうなりました。ちょっと今日は時間ないんで、細かいところまでやってないですが、木の特徴を生かしてあげてさらに良くするっていうのがちょっと、盆栽の楽しみでもありますね。はい。後でね、ちょっと今時間ないんであれですけど、きれいに削り直して、こう油合剤、道具屋さんに売ってますので、これで、切ったとこ全部保護します。はい。本日はどうもありがとうございました。